起動電源どうすんの？ノープラン。恐ろしい話だ。これで一応、人の手はかからない。まだ原油の流し込みとか、フラグ管理とかあるけどね。おかしい、と思うんだが。どうしたの？汚染水の殺菌にも注意を払っていたんだけど。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。開始早々だけどマリサさん、相談があるんだけど。なんだい？このゲームって、蓄熱ってできないよね？高い方から低い方に流れるだけ、一方的に放出はできないのでは？そうよねどうしたの？いえね、宇宙用施設の熱量を、どこかに貯めておけないかと。何のために？それこそ原油の石油化でも良いんだけど、ただ冷やすのってなんか違うんじゃないかと思って。もしハンピー君の部屋に液体クーラーを置いて、原油を冷媒に回せたら、うまく製油までいけないかと思ったんだけど、大抵の施設は100度程度で壊れるか止まるかするから、400度まで到達しない。そう。なのでどこかで蓄熱できたらと思って。どうかな？世界観的には熱が欲しければ作れって感じだと思うから、できないのでは？そうよね圧力での総変異があれば放熱できるのだけれど。まあちょっと考えてみようか。さて、バージョン 0.3 を目指してこねくり回し中。ここで問題なのが組み出しなんだよな。そう。給水ポンプは400度に耐えられない。ってことで一手間いるわけだ。どうせだからって液体クーラーと蒸気タービンも同居させましょう。起動電源どうすんの？ノープラン。恐ろしい話だ。まあ実際には石炭か、水素発電になりそうな予感。だろうな。それと蒸気タービンからのセルフパワードか。しかしこれが実現したら偉いことよ。無人プラントとしては当チャンネル最大は間違いない。実はさ、そこも頭が痛くてさ。何よ？メンテ性のために、液体ドアを作りたいんだけど。気づいてくれたか？原油が使えないんだよ。積んでない？それはないと思うけど。使い式ドアを熱源に隣接させて、液体ドアとの間に冷却を挟めば、原油の保護室密閉できるのか。うまくいくかわからんけども。恐ろしいほどの手探り配信ね。よそでは摂取できない栄養が取れますよ。その栄養、必要なの？ごめん、毒かもしれん。さて、液体クーラーで原油を回してみてるけども、良くないんじゃないかこれ。原油の初期温度が100度近いぞ。まあ本編なら冷え冷え間欠泉があるからそれ使うのもあるけど、永続的じゃないのは気になるな。熱吸わせたらその後、どうすんだって話だからね。よくできたバランスしてんなマジで。下手を打つと崩壊だからね。白氷の上を歩いてる感じ。伝わるかな？うちの視聴者さんは知ってるでしょうよ。何しろ歴戦の勇士が5万といてくださるからな。いつも大変にありがとうございます。お口の神様もありがとうございます。メジェド様、お付き合いくださってありがとうございます。すいませんけど当分、担ぎ上げられてください。いい迷惑なんじゃないの？かもしれん。申し訳ない。現在の構造をご覧ください。蒸気室、加熱室は少し自動化を変更したくらいです。今回は中央に冷却室と組み出し用の保存室が追加。それと液体クーラーと蒸気タービンのセットを左に配置してみました。色々と間違えてるのでまだまだ手がかかりますが、基本構造はこれで落ち着くと良いなと。ただ、メンテ用の液体ドアが素材上、どうにもなりません。メンテ不能ってわけにいかないし、どうしたもんだか。もはや混入を覚悟して右から入るべきでは？原油が入り込んでも加熱されるってか。そう。どうせ組み出しの時点でフィルター通すんだし、あまり細かいこと気にしない方が良さそうだ。どうせうちらの規模だしね。そうだな。おっと自動化にフォーカスが寄ってる。フライパン部分はこんな具合です。上で温度を計測して下のドアの開閉を操作してもらってます。石油の開放は水圧センサと液体元素センサの&です。左の冷却室は左下の温度センサで開放します。これで一応、人の手はかからない。まだ原油の流し込みとか、フラグ管理とかあるけどね。冷却室と組み出し室が接続されてたら新たに石油を流し込まない、とかだな。自動化回路もどこかにまとめたいけどね。難しいんじゃないかな。それこそワイヤーの取り回しの都合で。あまりのたくられてもわけわかんなくなるのか。テラリアなんかだともう本人にしか理解できないからやりたい放題だけどな。デジタル時計とか表記の産物すぎて戦慄するわ。見てもわからんからね、あれ。久しぶりに本編のデータを、面白いコロニーになってくれたな。まったくね。開始時とは似ても似つかない。長期企画になってしまい、お付き合いご面倒をおかけしております。あとやることなんだっけ？ロドリゲスの稼働と、宇宙にハイドラ姉さん、マグマ製油にプラ製造、居住区の整理とロケット打ち上げ準備だな。やることは山積みね。前回のサムネの山積みってのはこっちにこそ似合うかもな。でも細かいのが大量よりは救いを感じるわ。初期のやることリストはひどかったからな。こうしてみると永住にお墨付きをいただいたのは間違いないわね。よほどバカやらない限り大丈夫だと思うがな。高温蒸気間欠泉を開封するとか？あれはガチでダメなやつらしい。
触るな危険。蒸気タービン33度になってて草。生きてる場合か、止めろ止めろ。まったく、また冬になるとこだったぞ。ならないと思うけどな。まあ冷静に考えるとそうだな。冷媒の温度は20度前後だし、この温度帯で安定するのでは？そんな気がしてきた。とはいえ自動化はつけておこう。冷媒の無駄になるし。オッケー、左の経路壊して遮断機を挟んでおくわ。ついでに温度センサもね。しかしうちの液体クーラーは働き者ね。24時間連続稼働だからな。2代目、3代目はうまく動かなくて苦労しているのに。マグマ製油実験のやつなんて逆に温度上がってたからな。何が違うのかしらね。そうだな、散々魔改造もしたんだけどな。作っちゃ直し、が良かったのかな？問題を増やしただけの改造もあったのにな。緊急冷却装置とかはマジ最悪だった。反省してます。スーツ着ればいいだろって話だからな。あれは確か現実の仕組みを見てやりたくなってたはず。下手に真似ると良いことないわね。フィルタリングベントでも懲りたけど。おかしい、と思うんだが。どうしたの？汚染水の殺菌にも注意を払っていたんだけど。トイレも洗面所も菌が出ない。無菌なんだなぜか。そういうもんだっけ？違う、と思うけども。ほら。何これ？体内で殺菌するスキルでも身につけた？なろうじゃないんだぞ。よく気づいたわね。いやいつまで経っても塩素室に菌が来ないからさ。どうなってんのこれ？なんか間違えてるかな？トイレと混在させるとこうなるとか？バグ？わからん。というかしようってことはないだろさすがに。話題にこと書かない頃にいねえ。まあむしろありがたい、のかな。そもそも気になっていたんだけど。トイレの洗面所から出た汚染水どこ行った？わからん。患者が出ていないのがますます怖。また怪奇現象か。もうお腹いっぱいです。消えた汚染水の行方を追ってみた。どうだったの？まるでダメ。汚染水貯水槽にもどこにも菌がいない。やはり何かの都合で隊員が菌を出さなくなってるんだな。そんな話ある？さすがに公式にお伺いを立てるべきかもな。セーブデータを提出すればなんとかしてくれるでしょう。もう少し個人で調べてみて、拉致が開かなければその手で行こう。さすがに君が悪いわ。全隊員のマスク盗難といい、あまりの長期プレイでデータがおかしくなってるのかもな。1年半で壊れられても困るんだけど。海外の猛者では数千サイクルもいるらしいからな。そもそもサイクルってどの程度まで想定してるのかな？わからん。うちの視聴者様でロード失敗、というのはあったが怪奇現象の話は聞かないし。こういうロジカルなデータの破損は困るわね。ドラクエのお気の毒ですがの方がマシ。ちなみにですがあれってデータを消してるのはドラクエ側らしいです。セーブデータに改造等の異常を検出したらロードせずに消し飛ばすそうな。よくお気の毒ですがとか言えたわね。熟慮の末のセリフだったとは思う。それはそうなんだけど。よし、脱線もし始めたし動画を締めよう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。